はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？もうすっかり柴崎のうちの周りも緑一色になりました。ねえ。まあそんな中ね、いつも柴崎の動画を見てくださって本当にありがとう。そしてたくさんのね、高評価とコメント。もう柴崎もね、コメント読むのを本当に楽しみにしてるんですよ。ね、ありがとう。また、もしよかったらね、チャンネル登録もちょっとお願いできると、なお、嬉しいです。さて、今回のテーマはですね、久々に、柴崎があなたの絵を見てね、独断でお直しする添削コーナーの始まりです。はい。今回のお直しする作品はね、柴崎が主催する柴津のメンバーの作品の中から選びました。さて、どんな作品が登場して、柴崎がどんな風にお直しするのかね。では、ゆっくりご覧くださいね。では、添削行ってみましょう。はい。はい。では早速ね、見てみましょう。こちらの絵ですね。はい、草加はじめさんの作品です。タイトルはアジサイですね。窓際の光の中のアジサイです。3輪が真ん中にこじんまりとまとまりすぎましたかというコメントがついてますね。はい。ではちょっと作品ね、拡大して見てみましょう。はい、これですね。いやいや、なかなか上手に描けてるよね。水彩の感じもいいしですね。何よりもテーマがはっきりしています。でもまあご本人の質問から見てみると、確かにちょっと改良点がありそうですね。ではそれはどこか。まず、外からの光を考えたということですね。ということは、光がないところをはっきりさせる。ここがポイントかなと思います。それはですね、この部分ですね。ここですね。こちらの明るい、これ窓かな。ここら辺ですね。ここをずっと暗くしてみる。そういう点で言うと、この床もですね、だいぶ広く明るいとこ多いので、ここも少し少なくしてですね、見ると。からこの影、上手に描けてますので、ここの影の形と量も少し工夫するというふうにして、窓からの光を強調する。そうすると一層良くなると思いますので、この点を中心にやってみたいと思います。はい。はい、この作品ですね。よく描けてるけどね。じゃあ今から柴崎は、これをですね、ノーカットで、ライブの状態で、あなたにね、添削をお見せしますね。はい。ここら辺に置こうかな。こんな感じで、窓からの光をね、大事に描きたいと思うので、こういう場合だね。こっちにかけて、何かここにちょっと置いてあってもいいですね、影の中にね。でこっちはみんな暗く。これは花を2つ重ねた方がいいかもしれないですね。バラバラに置くよりもね。でもう一つもこう、はい。葉っぱがあって、この葉っぱ上手に描けてるよね。でも葉っぱがあんまり多いので少し減らしましょうかね。はいはい。こんなぐらいかな。で、ここに器があると。こういうわけですね。ちょっと、これ花びらかなんか置きましょうか。で、こっち影がある。こうなっていって、こんな声ですね。はい。じゃあ、これをちょっとここにピン止めして、
ちょっと待ってください。ですね。置きますね。よいしょっと。はい。まず、これ赤い花2つあるんだね。じゃあ花を描きましょうか。花。こんな具合かな。この時にあれですね、こう、ちょっと紙の白をこう残すようにこう塗った方がいいんですよね。もうそれが、すなわち花びらにも見えるし、光も見えるからです。光にも見えるからですね。こんな具合でしょうか。で、こうやって、で、また、こうですね。こうやって、こうしてですね、タッチを置くようにして、向こうは比較的単純化なんですけども、置くようにしながら、描いていきます。青っぽいのも入ってる。こんな色も入ってるんだ。で、この弱い日向のこの辺りですね。この辺りの花びらをこう具体的な形として描き起こすと。ですね。ここはうまくいってるね。こうやってこの形を作ってるんですよね。これとってもいいと思います。要はこの絵はもう本当にここだけですね。ここを通過してしまえば、絵作りは比較的良いかなと思いますけどね。こういう具合にして、だからこう日向の方をですね、あんまりこう書き込まないようにします。で、こうやってこっちをこう潰してくるというですね。こんな色だ。はいはい。はい。で、色を重ねてきますね。こうやって、こうして、こうかな。それでですね、少し青みがかってんだな。ちょっと待ってください。青みがかった色を出すと、こうなんだね。で、こういうとこですね。何でもいいんだけど、こう引っかくようなもので、ちょっとこんな風にしてですね、花びらを表現しても楽しいかなと思います。それでそのまんまこっちですね。こんな感じだろうか。はいはい、こっちも同じですね。青っぽい色、セルリアンブルーにしようかな。この色でいいかな。で、これも光ったところは紙の白をこう少しこうですね、思い切って残すようにしながら、タッチをこう生かしてですね、描くと。今柴崎はこの向こうにこれを置きましたので、これの影をですね、こっちにこうちょっと意識的にこう作るようにしてこう描くといいかな。で、こうだよね。こんな色。少しプルシャンブルクをやるかな。こうですね。こうやってこの影をこっちへこう作っていって、よいしょ。
このくらいでようかな。こうやってこの影を作るとですね。ちょっとおまけに込んで、少し花びららしきものをやって、それから葉っぱですね。葉っぱ。これ葉っぱの重なりは非常にうまく描けてるんですよね。こうやってこう描いて、こうやってこう描いてと。でこっちはちょっと明るくですね。明るくして、この色ちょっとこっちこう入れてもおしゃれかな。こうやってですね。こうやってですね。それでちょっとこうか。でなったらここにですね。ちょっと待ってください。ここにこうですね。イエローをちょっと入れて、そしてブルーを加えて色を深くします。こうだね。こっちこうまとめちゃおうかな。大丈夫ね。ちょっと今撮影しながらですからね、モニターを確認しながら描いてます。でこうなって、どうしようかな。ちょっとじゃあこれ引っかきは大変上手にできてますからね。引っかきましょう。引っかき勢いよくですね。ちょっとこんな声であんまりこうやりすぎな方がいいと思うんだけども。日陰上手にかけてますね。ここでこうやって日陰を描いて花の形を描き起こしながら葉っぱ同士の重なりですね。とこんな感じか。こっち日陰。日陰このくらいかな。このところにちょっとこれのこう茎なんかをこう描いた方がいいかはないんだね。あんまりこう葉っぱばかりでもちょっとあれだね。ここに茎描きましょうか。ここね、ちょっと今急遽考えたんですけど、でこれをこうやって潰すようにしてですね。このくらいでしょうか。このくらいでいいかな。はい。少し空間をちょっとここにこう少しこんななんか細長い茎みたいなのが入った方がいいね。葉っぱばっかりよりもね。はい。それでちょっとごめんなさい。今花粉症でね鼻が出てきまして。ここにこんな花びらを少し散らそうかな。ここにですね、床の方にもちょっとなんか欲しいですもんね。なんかあるというようなことがあって、それで、この柿ですね。これ質感は何にしようかな。質感は何がいいんでしょうね。こうやって、このとここうなんかこう形を残すとですね、変化ができて面白いかと思うんですよね。こうでもね。じゃああんまり考えないでこうガラスかなんか
陶器かなんかというふうに見た人に想像してもらう範囲内にしましょうか。このくらいかな。他の色はちょっと入るとおしゃれなんですけどね。今ちょっと、ライトレッドを少し足してますが、こうだね。さて、こうなってきたので、外の明るさがこんな感じだよね。でこう書いてるんだ。この明るいがこうね一緒になってもいいんですけど、柴崎はよくね形をつなげるという言葉で言ってるんですけども、明るいとこと明るいとこですね。いつもこう形でこう明暗の対比を強めるとしっかり見えてくるんですけども、でもどこもかしこもはっきりくっきりっていうのはねちょっと退屈なんですよね。でこうやって外になんかの風景があるという感じですよね。アンバー系の色でなんか木みたいのを描いてもいいかな。それでこう窓枠が来て、今急いで書いてますね。窓枠が来ましてこうなってんだ。窓枠が来てこれが花のですね。このとこがこうやって少し花の凸凹感をもうちょっとかなこう作って、でそれがここにちょっと頭をのどかしてここに来るというような感じでいいかな。ごめんね。こんな感じですね。でこっちを暗くですね。まだここに枠があるな。なんかピンクっぽいなんか枠がなってますね。ここですね。こうなってるのか。こういう時ちょっとこういうところに白を残すと窓枠のへりの形態感なんかを作りやすいですよね。なんかこんな一工夫でもこうかな。で形態感を強めるためにこの折れ曲がり際を強くですねこうして立体的にしていきます。それでどうしようか。こっちに塗っちゃいましょうかね。暗くですね。暗いどんな色でもいいんですけど、どんな色しようかな。じゃあウルトラマリンとプルシャンブルーとライトレッドみたいなこんな色でね塗りますね。それでここをこう塗ってきてこうだよね。でこの時に多少タッチをこうやって花びらの凹凸を少し作りまして待ってね。ここのとことちょっとデコをこうさせてここからこっちですね。でこれと一緒にこういう感じにしてこうでしょうか。今度はこれが窓枠こうなって少し縦のタッチにこうしようかね。こうしててこれは縦の要素ですよというふうに見せておいて、これをちょっとどかしいですね。こっちへこう塗ってきましてこうやってきてですね。こっから光がちょっと漏れたっていうふうに感じてもかっこいいかな。今ちょっと思いついたんですけどね。こうやってきましてですね。ここのところがこうやってですねこっちからなんか光がこうやって漏れてきてると。光というのを意識ですね。こう作ってだからこっちもこうでもいいかな。それで今度は床の枠があるんですね。これ見ると
はいはい。はい。床の枠が。はい、もう終わるよ。まあちょっとこれ床ですね。それで、こっちの方はですね、こうやって広いとこですね。ちょっとこうなんか表現を遊んでみると、それはいいことですね。例えばよ飛ぶかな。こんなんですね。これに使った色、それから水滴ですね。これはもう水彩で大事なことですね。こうやってこの表現ですね。特に水彩の面白さ、楽しさを見ていただくという。から日陰のアウトラインを少しこうやって染み込んでしまったから、ちょっとこう溶かしてですね、立体的にすると。よいしょ。ちょっとこんなことですね。シャープに書くとことソフトに書くところだから、ここもこうやって、ここ茎ですね。なんかな。だからこう溶かすとかですね。こうやってね、だんだんできてくるとこう全体がどう見えるかっていうふうにした方がいいですね。それで、床を塗りながら、この床の色はどんな色だ？あんまりはっきり分からない色ですね。こんな色塗ってあるんだね。じゃあこれでまずたっぷりですね。たっぷり塗りながら、ここに、花びらか何かっていうつもりで置いたものを残してですね、こうやってこっちも塗ってきて、こうですね。床の線がこう少しこう下げた方がいいかな。床少し下の方にして、待ってください。ここもうちょっと暗い方がいいね。もうちょっと暗くしましょう。このくらいがいいかな。こうしてこんな感じね。ここの葉っぱもちょっと目と落として、このくらいでいいかな。それで床になりまして、今度はこの窓枠の影をですね作りましょうか。窓枠の影がですね、これがこの辺まで来ていいかな。こうだね。だから、これと一緒にですね、こうやって塗ってしまうような感じです。この窓の枠ですね。枠の日陰が来て、そして、今塗ったと、ちょっと待ってください。これとですね、こうやって何かこっちからこういう木の何かこう影とかですね、なんかそういうのがあった方がいいね。なんかこうやってですね、その方が光とも出ますね。それでこれの影を塗ってきて、ここに置いてあるものの影を作りながら、ちょっとそれでこれの影ですね。何かこういう風にして、ちょっとにしようかな。こうやってですね。こんな具合かな。
このくらいですね。日陰を作る。で、日陰の中にこちらに使ったような色をこう少し入れてですね、変化をつけまして、でこっちここグリーンがいいかな。ここグリーンを入れちゃいます。このくらいにしてこう一緒にしてこうやってこの花びららしきものをですね、ちょっとここに色として入れてこうちょっと散らしてみると、もうちょっとこんなかな。それでこれの影をちょっと作りまして、それでいいかな。はい。あとですね、いつもの水彩の面白さですね。こういうのをこうちょっと飛ばして、変化をつけてみるとかですね。こう塗った上から色をどこどここう溶かしたり重ねたりですね。こういうことをして、ちょっとここ鮮やかすぎるかな。ちょっと色を抑えましょうか。このくらい。はい。こんな感じかな。よしよし。ですので、焚き火さん来ちゃった。窓をもう少し広くしてですね。それからこれは紙の白で光をですね作ること。ここはここですね。はい。メイドの対比を強くですね。ここは遊ぶとね。これも同じですね。はい、以上です。どうかな。はい。ねえ。書き上がりました。どうでしたか？でも、元絵もとても良かったんですけどね。柴崎なりに、ちょっとね、やってみました。楽しんでくれて参考になれば、柴崎もとっても嬉しいです。さあ、ということで、一つお知らせがあります。柴崎はですね、アートクレヨンを使ったお教室を開いてます。場所は東京中央区にあるペンテルさん本社の中の教室ですね。毎回、月に1回なんだけどね、柴崎が選んだテーマに沿って、あなたと一緒にアートクレヨンでお絵かきします。面白いですよ。ね。ただちょっと、教室の、広さの都合上ね、人数制限があります。ですので、この動画のコメント欄からね、ご覧になって、そしてお申し込みくださいね。はい。柴崎もあなたにお会いできるのを楽しみにしています。ということで、今回は柴崎がね、添削をしたということでしたよ。次回はまた違うテーマ、そして違う作品であなたと
お会いしたいと思ってます。それまでね、お元気にお過ごしください。はい、またすぐにね。どうもありがとう。はい。